こんにちは。今回は今まで使っていた、DJI の Mavic Mini とプレゼントで、買ってもらった DJI の Mavic 3を比較して紹介したいと思います。今回はちょっと沖縄でテストでいろいろ飛ばしてみたんですけど、結論から言うと圧倒的に Mavic 3の方が他のクオリティはこちらの方が高いです。ただその上で例えば操作性だったりこんな感じでつけるんですけど、こんな感じでつけてアプリのDJI フライのドローンのアプリは同じで、 DJI ミニを使ってた時にはコントローラーの操作性の差の違いだったり、撮影してみての性能だったり、ジンバルの機能だったり、風入れに対する耐性だったりっていうところを実際に使ってみてのコメントを紹介したいと思います。そして最終的にこんな人にはこれが向いてると思うよというおすすめを言いますので、買おうか考えてるけど近所の人がこんなこと言ってたくらいの参考にぜひしてください。一つ目はバッテリーの持続性。ドローン飛ばし始めた後に実感するのがバッテリー持ちの重要さです。Amazon で購入したのですが、ミニでも Mavic 3でもバッテリーが3つついているコンボで購入がおすすめです。付属品で何より重要なのはバッテリー。バッテリーの持ちは肌感覚で国内純正だと15分ぐらい。海外製の 2400mAh のものは長く持つということでもちろん買い足したんですが、確かに国内純正よりは間違いなく飛行時間は長いです。でも30分いけるかというと微妙ですね。肌感覚25分ぐらいでしょうか。次に冒頭でも言っていた画質。このビデオは Mavic 3のものです。Mavic Mini の MAX は 4K。フル HD から 2K、4K と画素、つまり解像度が高くなっているということですね。YouTube を iPhone で見ると自動ではデータを食わないように 360p とかにデフォルトになってるんですが、80ピクセルに例えば見るとき設定を変えるとフル HD で見れるということになります。 iPhone で見る分にはフル HD レベルでも綺麗です。 4K も YouTube で見れますが 4K、2160ピクセルで動画が出されているのはアーティストのコンサートとかですかね。ちなみにこの Mavic 3ではハッセルブラッド 5.1K というのが MAX で書いてあります。これはスウェーデンの名門カメラメーカーのハッセルブラッド社のイメージング技術を、5.1K レベルまで持ってきたよということですね。iPhone とかスマホレベルだと解像度がある程度高いと違いがよく分かりにくいんですが、ハイスペックなテレビで見ると違いは分かりやすいんだと思います。こちらの動画は Mavic Mini で撮影の動画です。同じ場所を撮らないと比較してもよく分かんないよとは自分でも思っているんですが、ちょっとご容赦ください。ちなみに撮影時にどれだけ画質が高くても編集ソフトに入れて編集ソフトからダウンロードする場合に画質が悪くなる場合があります。私は常に荷物はミニマムがいいので iPhone で撮影もしくはドローンで撮影したものを Bro というスマホの動画編集アプリで片手で全部作るのですが、この Bro で編集後ダウンロードする際のクオリティはスマホの容量がギリギリなので常に QHD つまり Quad HD で抽出しています。動画を YouTube にアップロードする場合は知る限りではアップロードする動画のクオリティそのままアップロードされる認識なので 4K で動画を撮影して編集して抽出までできたらアップロードも 4K でできますね。音はうるさいのが変わんない。3つ目にコントローラーを含む付属品を比較します。コンボを選べば全て必要なものはついてきます。ただマイクロ SD カードはついてきません。DJI が推奨している 4K ビデオファイルを UHS バスで撮影する際に必要な最大容量は 128GB。書き込み速度も速いもので Amazon とかで数千円で買えます。コントローラーは機能性はそんなに変わらないです。デザインはちょっと違うんですが、どちらがミニか Mavic 3どちらが格段にいいっていうのは特に感じませんでした。4つ目の比較事項としたいのが風耐性。そもそも飛ばそうと思っても風が強すぎて飛ばせない場合は海辺でよくあります。特に 200g の軽い Mavic Mini を風に飛ばされて完全に見失って諦めかけた回数は少なくとも5回はあります。Mavic 3はその点 860g くらいなので安定していますね。で、風があってもジンバルで調整しているのか、動画には全く例えばブレたりするなど影響はありません。ミニは本当になくす可能性はあるので、当日の風模様は要注意です。5つ目に大前提として飛ばす前に気をつけるのが法律。200g 以上のドローンはまず飛ばしてはいけない地域があって、都心だとほとんどの場所が NG なんですが、それはドローンマップというアプリでダウンロードをして見ることのできるマップがあるので、それで一目瞭然わかります。航空法ではこれ以外に合計速度が毎秒7メートル以上でも飛ばしてはいけないという規定がありますね。最後にこれも比較する前の大前提として持ち運びのしやすさ。Mavic 3は本当に重いです。あと場所もとんでもなく取ります。
これは機内持ち込みのスーツケースですが、Mavic 3だけでスーツケース6割以上占めてますよね。Mavic mini はプロペラガードの収納がなくて、これはこれでちょっといけてないんですが、コンパクトです。で、圧倒的に持ち運びのしやすさについては Mavic mini に軍配が上がります。名前もミニなので当たり前だろうと思いますが、逆に言うと Mavic mini くらいの大きさでないと旅行に持っていきたくないです。結論、インスタグラムに上げるような動画、携帯で見るような動画を撮るなら全然 Mavic mini のクオリティで十分で、一方で YouTube で、YouTube でも携帯で見るぐらいなら Mavic mini のクオリティでも十分だと思うんですけど、例えば大きい画面がテレビ画面で見るような時には圧倒的に Mavic 3との差が出るかなっていう印象でした。ただ私みたいに、これもそうなんですけど、 iPhone で写真を撮って動画も撮ってクオリティをそんなに気にしないで持ち運びの軽さを重視するような人にとってみたら、Mavic mini の方がちょっともしかしたら適してるかもしれないです。でもやっぱりこういうドローンを飛ばしたいのって海辺だったり風が強いところだったり、そうなると 199g の Mavic mini ではすぐにピューッと飛ばされてしまうので、そう考えると今回 Mavic 3は全然結構な強風に、海風の強風に吹かれても綺麗にブレることなく撮れていたので、やっぱりどういったデバイスで、映像を見たいかっていうのが一番大きいんじゃないかなと思います。なので結論の後のまとめとしては、ホビードローンとして飛ばすだけであれば1万円ぐらいで購入できる、ここでは紹介してないんですけどテロという商品があるので、それが一番おすすめで、今回のように撮影をしてスマホでインスタグラムや、YouTube といったような SNS に上げるのであれば DJI、ミニシリーズがいいと思います。で、そこからさらに踏み込んで映画を撮ったり商業用で販売するために撮影したりするなら Mavic 3や Pro シリーズも値段はしますがありですね。以上、ちょっと今回2つ持ってきたらよかったんですけど全然持ってこれなくて Mavic 3だけなんですけど、Mavic mini と Mavic 3の比較の紹介でした。